今日は神奈川県横浜市港南区の上大岡駅にやってきたのだ。ここは京急本線と横浜市営地下鉄ブルーラインが乗り入れてて、横浜駅からは約14分。京急線内では横浜駅、品川駅に続いて第3位の乗降客数を誇る駅で、1日約12万人以上が利用する大きな駅なのだ。横浜市が主要な生活拠点に指定しているエリアですね。駅周辺には大型商業施設が集中していて、横浜市南部では最大級のショッピングエリアとも言われています。観光地というより地元の人の生活に根ざした実用的な街って感じの場所です。今日はそんな上大岡駅周辺を散策してみるのだ。それでは散策スタートです。上大岡駅の改札を出ると目の前に広がるのは巨大な商業エリアなのだ。京急百貨店、ウィング上大岡、三岡、上尾の4つの大型商業施設が駅前に集結してるのだ。しかもこの4つ全部連結してるんだよね。京急百貨店とウィング上大岡は駅と直結、三岡、上尾とは2階の連絡通路で道路をまたいでつながってます。基本的に地上に降りなくても移動できる構造になってるんですね。雨の日でも濡れずに巨大なショッピングエリアを回れるのはかなり魅力的に思えるのだ。これだけの商業施設が駅前に集中してるのはさすが横浜市南部の副都心って感じがするのだ。平日の午後でもそれなりに人通りがあるし、地元の人の生活の中心になってるのが分かりますね。買い物、食事、映画、家電、クリニックまで生活に必要なものが全部駅前で揃いそうです。それぞれの施設に特色があるから用途に合わせて使い分けできるのも面白そうなのだ。駅のホームから一番近いのが京急百貨店なのだ。京浜急行、市営地下鉄どちらの駅とも直結しているので、改札を出たらもうそこが百貨店の入り口って感じなのだ。1996年開業で上大岡駅前再開発の中核施設として誕生したのだ。京急百貨店は使い勝手の良い実用的なお店が多く集まってるなと思いました。ユニクロ、無印、ロフト、松清と駅ビルの定番どころを抑えながらも、ヨドバシカメラに八重洲ブックセンター、それに10階のレストラン街にデパ地下、駅ビルに入っててほしい店舗が全部集まってる、そんな印象です。もちろんこれら以外の百貨店らしい服飾雑貨店もたくさん入ってるのだ。隣接してるウィング上大岡はオフタイムストリートがコンセプトで、仕事帰りや休日にフラッと立ち寄るのにちょうどいい感じの店舗構成になってます。京急百貨店よりもカジュアルな雰囲気かな。京急百貨店がちゃんとしたお買い物って感じなら、ウィング上大岡は気軽にお買い物って使い分けできそうなのだ。どっちも駅直結だから天気を気にせず買い物できるのは便利なのだ。ウィング上大岡から2階の連絡通路で道路をまたいだ先にあるのが三岡なのだ。横浜市南部では最大級のショッピングモールで、とにかく何でも揃うのが特徴なのだ。映画館、家電量販店、スーパー、ドラッグストア、100均、カフェにアパレル、スポーツクラブ、本当にバラエティ豊かな店舗が入ってるね。一つのモールで生活に必要なものが全部揃っちゃいそうです。せっかくなので途中にあったカフェドクリエに寄ってみたのだ。アイスカフェラテを注文したけどすっきりした味わいで美味しかったのだ。お昼時だったこともあって結構混んでました。混んでたので奥まった場所にある席になっちゃったけど、空いてるなら大きな窓際の席が気持ちよさそうって思いました。京急百貨店やウィング上大岡がちょっといいお買い物って感じなら、三岡は日常のお買い物って印象なのだ。映画館もあるから買い物ついでに映画も見れるし、カフェで休憩もできるし、一日中いても飽きなさそうなモールだったね。上大岡に住んでたらきっと頻繁に通っちゃいそうです。4つの商業施設の中でも一番特徴的な外観をしてるのが上尾なのだ。横浜ヘリオスタワーというタワーマンションの1階から4階部分が商業施設になってるのだ。外観が本当に印象的。全体が吹き抜けのような構造になってて開放感がすごいです。タワーマンションと商業施設が一体になってるのも珍しいパターンだと思います。中に入ってみるとこれまでの3つの施設とはちょっと違う雰囲気なのだ。完全に地元民のための生活密着ビルって感じがしたのだ。2階部分もなんだか下町の飲み屋街を歩いているような気分になりました。
どうもアーケード商店街の店舗をそのまま入れたそうなので、そういった雰囲気になってるのかもしれません。駅前にこれだけ大きな商業ビルが集まってるのに、どれも役割分担がはっきりしてるのが面白いのだ。商業施設を抜けて駅前の商店街に向かうのだ。パサージュ上大岡という名前のアーケード商店街なのだ。パサージュはフランス語で通過や承継という意味で、18世紀末以降にパリで作られたガラス製アーケードに覆われた商店街のことを指すそうです。要するに屋根付きのおしゃれな商店街ってことなのだ。でもここはもともと浜の箱根通りって呼ばれてたそうなのだ。昔は商店街を過ぎた大岡川の先、大久保地区に下流会があったそうです。箱根通りという名前は観光地っぽいイメージを演出するために付けられたのかもしれませんね。下流会があった時代の上大岡は今とは随分違う雰囲気だったのだ。昭和40年頃に中央商店街という正式名称になって、最盛期には100店舗が軒を連ねていたけど、現在は20数店舗になってるそうです。再開発の影響で規模は小さくなったけど、地元に愛されてる商店街として頑張ってるんですね。でも本当に短い商店街なのだ。100メートルぐらいしかないから、のんびり歩いててもすぐに端から端までたどり着いちゃうのだ。個人的にはパン屋さんが気になったけど、真夏のお持ち帰りはちょっと厳しいかなと思って断念しました。全長は短いものの綺麗だし広いし、雰囲気がとても良い商店街って感じでした。パサージュ上大岡を抜けるとすぐに大岡川にたどり着くのだ。ここが横浜市有数の桜の名所、大岡川プロムナードなのだ。プロムナードとは散歩道のことを言います。大岡川沿いに続く全長5キロのプロムナードには約700本の桜が植えられています。全国10位、神奈川県内2位の人気の高いお花見スポットなんだそうです。大岡川の桜の歴史は古くて、明治後期に中里から巻いた橋の流域を中心に植えられ、以降桜の名所になっていったのだ。川に沿って移動してみたところ、緑が多くてとても散歩コースとして気持ちよかったです。桜の季節じゃなくてものんびり歩くのにも良い場所だと思います。散歩道に入ってすぐのところにおしゃれなイタリアンフォレスタリアがあって気になったのだ。川沿いでお食事ってのも良さそうなのだ。桜の時期には南桜祭りが開催されて、ライトアップやぼんぼり点灯も実施されるそうです。出店も並んでお祭り気分も堪能できるんだとか。2025年には京急が大岡川桜デジタルスタンプラリーなんてのもやってたのだ。大岡川に沿って歩いていたら交差点で偶然神社を発見したのだ。青木神社っていう小さな神社なのだ。せっかくなので寄ってみました。賽銭箱の横にこの神社の歴史が書かれた用紙があったんですが、これがとても興味深くて、紙に書かれた内容によると、この神社はもともとは忠久郷六日村の僧者で、久保、西土、別所、中里、愚明寺、井戸ヶ谷の広い地域の鎮守様だったのだ。江戸時代には鎌倉街道の要所として鎌倉参りの人々の休憩場所でもあったそうなのだ。樹齢1000年と言われる欅のご神木があったって記録もあって、とても歴史の古い神社みたいです。天明6年1786年の大洪水で高台にあった神社が地滑りして隣の村に移ってしまったというヌエの宮伝説もあるそうです。散歩の途中でたまたま見つけた小さな神社にこんな深い歴史があるとは驚きなのだ。現代的な上大岡の町にもちゃんと古い歴史が残っているんだね。アーケード商店街の入り口に戻ってきたのだ。今日はこの商店街の入り口にあるゼッテリアでランチをいただくのだ。ゼッテリアって初めて聞く名前だね。なんかロッテリアに似てるような。実はこのゼッテリア、ロッテリアの新業態として2023年9月にオープンしたお店なのだ。名前の由来は絶品バーガーとカフェテリアを組み合わせて生まれたのだ。ロッテリアが2023年にすき家やはま寿司を運営するゼンショーホールディングスに売却されて、その新しい取り組みとして誕生したブランドだそうです。全国に60店舗ほどしかないまだまだレアなお店です。上大岡にそんなお店があるんだって知って今回の予定に加えてたのだ。店内はちょっと狭めかな。でもこの時は気づいてなかったんだけど、
地下にも座席があったみたいなのだ。初めてのお店だし、限定メニューよりも定番の絶品メニューから選んだのだ。絶品ビーフバーガーにペプシコーラゼロ、サイドはサラダを注文したのだ。マスタードがよく効いていて美味しかったです。トマトの酸味とパティ、レタスがどれもよく合ってました。飛び抜けた特徴があるというより、全体的に出来がいいって感じだったのだ。最近のマクドナルドやモスバーガーの値段と比較してもそれほど変わらないし、近所にあるなら通うぐらいには気に入ったのだ。サラダも美味しかったです。ノンオイルドレッシング香味和風は多分オリジナルかな。とても美味しいです。それにブロッコリーがどさっと入っててトマトも入ってるし、どれもシャキシャキで美味しかったです。ロッテリアとは同じ名前のメニューでも中身は全く別物って言われてるから、食べ比べしてみるのも面白そうなのだ。商店街とは反対方向に向かってもう一つの上大岡名物を見に行くのだ。赤風パークっていうアミューズメント施設なのだ。ボーリング場を主体としたアミューズメント施設になってます。ボーリング場って最近あまり見かけなくなりましたよね。この施設、もともとは赤い風船ビルという名前で45年の歴史があったのだ。2017年にリニューアルして赤風パークに改名したのだ。地元では赤風の愛称で親しまれているそうです。上大岡のランドマーク的存在なんですね。ボーリング場だけでなく2階はゲームセンター、屋上にはバッティングセンターもあるのだ。それが駅から徒歩2分の場所にあるっていう便利さなのだ。家族連れでも友達同士でも一日中楽しめそうです。スポーツ、アミューズメント、グルメ、ショッピング、全てが揃うエンターテインメント施設としてワクワクエンターテインメントをコンセプトにしてるそうなのだ。赤風パークから少し歩いて散策の最後に向かったのが鹿島神社なのだ。上大岡総鎮守って呼ばれてる神社で、駅から徒歩11分ほどのところにあるのだ。創建年代は不詳ですが、建久2年1191年の棟札があることから、それ以前の創建ではないかと言われています。鎌倉幕府開府前からあるとても古い神社なんですね。御祭神は日本建国武道の神様である武見和千代女将なのだ。明治6年に孫社に列格して正式に上大岡村の鎮守様として認められたのだ。この神社も古い街道と関係があるんですよね。古くは保土ヶ谷から金沢の六浦神や鎌倉を結ぶ金沢道、鎌倉道や森、杉田道が走っていて、鹿島神社はこの街道の途上にあったそうです。上大岡駅の南側にあるこんもりと小高い丘に鎮座してて、鳥居をくぐるとすぐに階段があり、登りきったところに境内があるのだ。夏の昼間でしたが、周りが木で覆われているおかげか意外と蒸し暑さはなかったです。それに小さな神社だけど雰囲気もいいね。上大岡駅は京急の駅としてはかなり栄えているし、利用客も多いけど、これといった観光スポットが見つからなかったから寄ってみたのだ。言い方。ということで上大岡駅周辺を散策してきたのだ。駅前に京急百貨店、ウィング上大岡、三岡、上尾の4つの大型商業施設が連結してるのは買い物の便利さという点では抜群なのだ。雨の日でも濡れずに巨大なショッピングエリアを回れるのは魅力的だよね。それぞれの施設が違う特色を持っているから、用途に合わせて使い分けできるのも良いと思います。京急線第3位の乗降客数というのも納得です。商業施設だけじゃなくて、偶然見つけた青木神社では江戸時代の大洪水の歴史を知ったし、鹿島神社では鎌倉時代まで遡る古い歴史に触れることができたのだ。現代的な副都心の中にもちゃんと地域の歴史が息づいてるのが面白かったのだ。大岡川プロムナードもそうですが、商業地区を少し離れると自然や歴史を感じられるスポットがあるのも良かったです。観光地というより地元の人の生活に根ざした実用的な街という感じでしたね。交通の便も良くて、京急本線で横浜まで約14分、特急なら8分、横浜市営地下鉄との乗り換え駅でもあるから、横浜市内各地へのアクセスも便利なのだ。羽田空港へのアクセスも京急なら良いし、通勤にも便利そうなのだ。住むとなると、駅前の狭い範囲にこれだけの商業インフラが集中してるのは大きなメリットだよね。生活の利便性を重視する人にはとても魅力的な街だと思います。
というわけで今回の動画はここまで。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。